ここに服提供するから契約してくれとか、そういう話がバンバンもう早い段階でこれちょっと飲まないやってられへんめちゃくちゃ有名になりましたよ。もう毎日歩いとっても。ストリートダンスオブチャイナについてね、はい、教えてもらいたいんだけど、約半年ぐらいずっと中国にいたわけやけど、来ました。どういう番組なんか分かりやすく説明してくれ。はい、簡単に言うと、4人のキャプテンがいるんですけど、これがすごい中国を代表するトップアイドル。毎年このアイドルは変わるんですけど、この4人のキャプテンを軸にチーム分けしていくんですけど、ちなみに今回4シーズン目やねんな。はい、4シーズン目です。で毎シーズンこれ変わるの？でも何回かはやってる人もいる。何回かやってる人もいますし、戻ってきた人もいますし、最終的にはそのキャプテンのチームに入って戦ってどのチームが優勝しますかっていうのが趣旨なんですけど、そこに行くまでにオーディションみたいなのがあって、今回は200人ぐらいでしたけど、最初にもキャプテンのチームに所属するんですよね。だから50人ずつみたいな感じで、ここでまずキャプテンの前で一回踊るんですよ。キャプテンがこいつは使えそうやみたいなとか、こいつはちょっとあれかなみたいな。最初に編成したチームで1on1したり 3on3 したり、ルーティンでバトルしたり、僕はネルソンと当たることになって、僕は負けたっすけどこいつはすごくいい働きをするからっていうことで、次のラウンドを進めて、半分オーディション番組ですね。それでふるい落としでいろんな自分のチームの人と組んでショーしたり、課題曲があってそれを3日とか4日で振りを作るだとか、次のテーマはこんなのがあってこれをする。負けたらバトルしてまたふるい落とされるっていうのをずっと繰り返して、最終ベスト8っていうとこまでを半年ぐらいかけてずっとダンスひたすらして、で最後優勝まで行くみたいな、こういうシステムです。それがね結構きつかったんですけど、所属チームが決まってから、50人ぐらいおるんですけど、各チーム10人ぐらいおるんですよ。やっていく中でチーム同士で例えば10人おったら、3人4人の3チームに分かれてショーを作る。でも絶対1人か2人は脱落者が出るっていう状態なんですよ。負けたらそのチームの中でも落とし合いというかふるい落としがあるので、負けた者同士がまた集まってセブントゥースモークが始まるんですよね。なるほど。僕らが向こう行ってセブントゥースモーク8回しました。なるほど。僕はその中でバトルは割と得意な方やから、っていうかバトルしかやってないんでだからそれでずっとなんとか勝ち上がっていって、ショーで上がった人、敗者復活で勝った人っていうのがだんだん減っていくんですけど、最終決勝は十何人で、僕は敗者復活戦で勝ち上がったんですけど、勝ち上がったこの人に対して今回のルールだと20人までサポーターがつけれます。なるほどなるほど。自分の欲しい人を、大きいステージだから1人じゃとてもできないんで、3分ぐらいでいいショーを作ってください。映像を使ったりだとかセットもすごいの使えるんで、トップ15からもさらにベスト8に絞られて、僕は決勝でバトル6ラウンドとか7ラウンドとかやらされて、すごいよねあれ。基本的にオーディション番組ですよね。よくあるアイドルでもだんだん歌わされて、ダンス見てちょっとずつ減っていくみたいな、そんな感じです。それで優勝したらどうなんの？チャイナドリームが待ってるみたいなのを聞いてんけど、中国の YouTube みたいなヨーク、あとウェイボーっていう中国の Facebook のような、この2大巨頭がスポンサーでおるんですけど、ここがやっぱりついてくれてるので、優勝したことによって番組自体がすごく視聴率が高いので、これ以外のとこからもビジネスが入ってきたりだとか、僕もそうですけどモデルやってくれとか、ここに服提供するから契約してくれとか、そういう話がバンバン入ってきますね。 CM だったり、負けても人気が出る人っていうのがいるんですよ。優勝したからっていう賞金も別にないですし。賞金ないの？ないです。へえ。優勝しましたっていう名誉。はい。でもそれによってめちゃくちゃいろんなオファーが来るってことやね。そうです。だからみんなそれで参加するんですよね。すごいチャンスはあります。はい。実際僕にもチャンスはだいぶ巡ってきたんで。なるほどなるほど。中国っていうのは今はそれがあるからいいなっていうふうに僕は思いましたね。日本じゃないんで。日本でもあんな番組作ってほしい。向こうでも言ってたんですけど、なんか予選とかこっちでやってみたらどうですかみたいな。すごい厳しい戦いですけど、若い子には国際交流もできるし、いい経験にもなると思うんで、ああいうのをもっとやってくれたら全員
日本人ももっと上手くなるんじゃないかなって僕は感じました。なるほど、はい、今まで敗者復活戦から上がったやつ一人もいないらしくて、なんでかって言ったら敗者復活戦がもうやるのが決勝の2週間ぐらい前やったんで、そうなんや。もう時間がないんですよ。もうみんなこの時点でもう決勝の練習してるんですよ。僕はもうこっから人も集めなあかんし、そうか、ショーも作らなあかんし、だから舞台のセットも何も使わなかったんですけど、その発注する時間もないし、なるほど、終わったらもうあと2日後に衣装全部決めてくださいとか、その言うてくるんですよ。いや無理無理無理、そんな人も決まってないのにって。今までの人はやられていってたみたいなんですけど、中国に20年間生き続けてたっていう友達が多いんで、自分の弟子とかその入ったクルーの子たちに助けてもらって、みんなでやろうって言って、で一致団結して、中国でよく言われるんですけど、アッキーさんの作るショーケースはダンスデライトのスタイルやみたいな向こうの今までの世界的に流行ってるようなエンターテインメントメインのショーアップされてるものじゃなくて、本当にもうストリート感ご利用しのダンス力をこう、そうです。もう僕それしかできないんでまあでもそうやってやってきて、ダンスデライトも散々出てきて、全てのつながりが今回はああやって形になって勝てて、あれはでもネットだけなんやろ。中国はヨークーがやってて、だけね、はい、でもみんなテレビも見ないらしくて、あれ最初の条件が1回目の放映で1億再生いかんかったらもうスポンサー降りるとか、そういう条件でやってるらしいんですよね。何億再生いくんやじゃあ。余裕でいってますよ。全体はもうアイドルが出てるから、もうみんなアイドル目当て見てるので、みんなそこ見るから、なるほど、余裕で1億なんて1億とか余裕する。すごいな。やばいです。おじいちゃんも子供もみんな見てるような感じ、じゃあもうめちゃくちゃ有名になったんや。めちゃくちゃ有名になりましたよ。もう毎日歩いとっても絶対声かけられる。マジでアッキーさんアッキーさん、はい、どこ行っても。おじいちゃんとかもおばあちゃんもアッキーアッキーマジであーって言われるんですよ途中からこうなってきて、すごいな。何もできへんやん。そうなんですよ。やばいこれ、できるだけバレんようになあしようと。もう芸能人やから。いやほんまにそんな感じでしたね。だからこれはこんなに影響力あるんやと思いました。番組自体に。それはみんな中国の子ら出るなと思いましたね。もう中国の子はじゃあもうめちゃくちゃ必死です。やっぱり日本人とはまだ感覚が違うやん。そうですね。それを知ってるから、僕らは知らずに言ってるから、途中から分かりましたけど、これやばいなみたいな。まあ自分の身に起こるもんね。そうですね。アッキーさんアッキーさん言われ始めたら、ゴーゴーやヒルティや伊吹やあの子らもみんなそういうふうに有名になっていった。僕の目から見たらゴーゴーはダンサーたちがすごく評価、もっと得た。ヒルティはアイドル性も高いから一般の人もすごく見る。伊吹は可愛いし、花もあるから、で女の子で決勝まで残ったんで、一般の人が一番伊吹にすごくついたと思う。僕は幅広くおもろいおっさんみたいな感じのキャラが立ってる、気合入ったおっさんみたいな感じでみんなが注目してくれたような感じでしたね。日本人は、僕はデライトで育ちましたけど、やっぱり作品普段から発表会やったりとか作るじゃないですか。向こうの人たちはやっぱ作れないんですよ。発表会っていう概念もあんまりないし、ヨーロッパの人たちは特にバトルとかパーティーはありますけど、バトルもできるし、そのショーも作らしたら上手に作るし、構成もちゃんとやるから、そういう意味でやっぱ日本人はあんだけ残ったんちゃうかなって、僕の見解ではそうです。向こうではちゃんと交流取ってた？交流はもちろん取ってたんですけど、伊吹は同じチームやったんですよ。キッズの時から知ってるから、僕の中で伊吹ってもうスーパーアイドルみたいな存在やから、喋りかけにくいなみたいな、なんか変に緊張するんですよでも今回一緒でずっと一緒におったから「伊吹どうなん？元気？」とか「大丈夫か？」とか言いながら仲良くなれたから、それは僕の中でめちゃくちゃ良かったですね。でもゴーゴーとかヒルティは言うたら敵チームやん。敵でもお互い日本人として頑張ろうみたいな意識があったから「どうなん？」とか言って「こうでこうなんすよ」みたいな「じゃあ頑張ろうか」とか、講演はされてないですけど、敵チームだけどヒルティ踊ってる時とかも「いけー！」ってなって後ろでずっと言ってましたね。終わっても「
かったなとか、ここはこうやったらじゃあもっとこうした方がいいんちゃうとかアドバイスしたりしながら、でそのプライベートな時間で飯食いに行ったりとかもするの？ありますもちろん、はまあ特に撮影終わった後とかは、もうちょっと行かへん行こうやジョーみたいなガッと終わったみんな行こうや行こうって僕最初もう半年酒飲まんって思ってたんですけど、もう早い段階でこれちょっと飲まないやってられへんちょっともう行くわって酒飲もうってなるほどなるほど解禁しました。そらしゃあないな、もうちょっと壊れるわこれと思って。苦じゃなかった？僕は新しいことをするの好きやから、で また一緒に組んだ子とかがすごくいい子が多かったですし、だから僕自身にとってはもう苦じゃなかったですね、プラスでしかなかったです。午後はどうなんですかね、たまに会ってリハとかですれ違う時に「どうなん?」って言ったら「きついっすね」とか僕はねこんなほうき持ってそうやな、なんか演技もめっちゃしてたよ。そうめちゃくちゃ難しくて、めっちゃ頑張りましたけど、一緒に踊ってた振付師のマシャロって子がもともとダンサーなんですけど演技も勉強してたらしくて、もっとこう目線をこうしてとか、そこはもっとこう表現してとか、そういうのを教えてくれたんで、やりながら自分でビデオ撮って、なんかちゃうなって履くだけでもなんかめっちゃ難しいやんとか思いながらめっちゃダメ出しされるんですよ。もっとこうやった方がいいとか。そっちをダメ出しされる。そうです。踊りはそれでいい、演技っていうか表現を頑張ってくれって。2週間おきぐらいになるのあの番組？長くて2週間、短かったら10日ぐらいで次の収録があった。じゃあすごい大変やん。はい、めっちゃ大変です。収録自体もすごい長いのあれ？長いです。昼から朝まで毎日リハしますね。夕方から朝まで。おずーっと十何時間を毎日毎日やります。すごいなめっちゃきついだから、だんだんわけわからなくなってくるんですよしんどすぎて。コミュニケーションがすごい大変やなと思ってね。ぶっちゃけて言ったらもうこんなん絶対やりたいなみたいなもう出てくる時あるんですけど、でもそこで1週間しかないのに人間関係崩れてしまったらもう終わりじゃないですか。何としても勝ち上がっていかなあかんから、だからどういうふうに言おうとかそこもダンスと一緒ぐらいそこは気遣いましたね。アイドルのオーディションじゃないですけど、僕テレビで20のデビュー前ですとか見てましたけど、あこんな感じなんやろうなと思いました。ようでも最初行くって決めたよね。それはどういう気持ちで行ったの？これもねちょっと話せば長くはなるんですけど、かいつまんで言うと、コロナが始まる前2019年の終わりの頃に僕やっぱオールドスクールナイトがすごい好きなんで、前の年とかも出てなかったりとかで、もう来年は2020年出ようって決めたんですよ。もう前予選で落ちてへこんで終わってもうてるから5ヶ月かけて体を作ろうって2019年の終わりに決めて、2020年の元旦からこう福島でこう雪の中こう走るみたいなとこから始めたんですよ。それがきっかけでずっとトレーニングしてたらコロナが来て緊急事態宣言があったじゃないですか。オールドスクールナイトもなくなった、じゃあどうするってなった時に、でもコロナ絶対いつか終わるはずやと思って、お金もまあ僕趣味貯金っていうのもあるんでお金はまあ困ることはなかったんですけど、このままお金のことを考えすぎても世の中も動いてないし、もうええわと思って、もうトレーニングこの1年やろうって決めたんですよ。もう仕事そんなにせんでも、ひたすらトレーニング毎日してでずっとやって1年経って、もうまだコロナ終わってなくて2021年になってもまあずっとやってて、春前ぐらいにこれから話が来て、最初家族のこともあるし一回断ったりとかしたんですけど、多分これはもう行けってことやなと思って、もう準備はできてる、もう体は多分誰より準備できてるはずだから1年半かけたから、だからもうもしこれは行くしかないと思ってふうとうちの子供にも相談して行ってきていいか、それで行こうって決めましたね。エピソード11で負けた時すごい良かったよな。あれを見てすぐもうアッキーほんまにダンス好きやし、みんなにこれすごい伝わってるなっていう。負けるつもりなかったんですけど、負ける時来たらもうみんな番組の時って負けたらすっごい寂しい音楽がかかって、みんな喋って、ありがとうとか、負けたけど、俺はこれが全てじゃないからとかでみんな言うんですよ。まあもちろんそうなんですけど、寂しい感じでみんな帰っていくっていうのが僕は嫌やったから、まあ負けたし、でもそれこんなんみんな
んななってるから最後ぐらいと思って、あんな帰り方したくないなと思ってちょっと聞いてくれみたいな感じで言ったら、全員と僕でバトルさせてください。前からの流れがあるんで、僕の中では大阪のノリみたいな感じなんですけど、みんなでこうやって踊ろうやみたいなエアポーズしたりとかして、もうほんまにキャプテンがもうリスペクトしてくれてて、まあみんなも終わってからなんかもう感動したみたいな言ってくれたから、そこから敗者復活戦行くんですけどね、知らんかったそうやね、もうそこから上がれるって知らんかったからもうこれで終わりやと思って、アッキーなんか優秀の美飾ったのにまた出てきたそう知らんかったんですよあと1ヶ月中国アングラのバトル出たりとか、もうワークショップしてみんなに大事なこと伝えたりしようと思ってたら、なんか敗者復活戦あれなんやってみたいな綺麗に終わったのに、はい、帰ってきてるやん。来年は行くぞって思ってる日本人も多いと思うから、はい、なんかアドバイスを。こんな時代なんで、もう何が起こるかね分かんない状況なんですけど、もし行くチャンスがあるならば、僕は絶対行った方がいいと思います。それは実際行って、ダンスだけにめっちゃ集中できたんですよ。踊り始めて本当にその陽平君のウェーブ見てやり始めた最初の僕の1年半ぐらい仕事も辞めて毎日ダンスしてた時以来、こんだけ半年間ダンスだけやったんですよ。なるほど。まだ上手なる余力あるなって思ったんですよ。表現力やったりとか伸ばせるとこ自分で見えてきたんで、あ、まだいけるわっていう風に自分でも感じれたから、で若い子とかはもっと感じてると思うんですよ。次やったらもっとできるとかっていうのがあると思うから、日本のそのシーンっていうのもやっぱりもうある程度固まってきて、バトルイベントもある、ショーケース、ナンバーとかもある、昔に比べたらすごい固まってるじゃないですか。そこにおるとそれ以上のこう突き抜けた子が出てこへんと思うから、そうやっていけるチャンスがもしあるならば、声がかかったりするならば、まあいろいろ迷うことはあると思いますけど、僕でも47でもいけたから、若い頃やったら体力もまだ全然あると思うし、めっちゃ挑戦してほしいですね。なるほど、はい、挑戦しがいのある場所あります。めちゃくちゃあると思いますし、もうおすすめです。良いお年をお迎えください。っていうかそれデビューあなたいらんよって言われた。そうです。あ、そういうことなの。そうですね。じゃあその OSM で一番印象に残ってるバトル。一番って言えばもう。高評価。チャンネル登録よろしくお願いします。オンラインサロンっていうのをやってまして、ここを見てください。詳しくはこちらで。あとは、自分の服のブランドを少し立ち上げました。Life is a Dance 挑戦し続ける生涯という、よろしくお願いいたします。